16冊目は、中高年のための四国88カ所、歩き遍路50日モデルプランです。50日間、通し打ちでの歩き遍路モデルプランを紹介している本です。1日ごとのモデルプランを見開き2ページで紹介しています。所要時間、歩行距離、区間難易度、標高グラフ、地図などが載っていて、歩くために欲しい情報が丁寧にわかりやすく書かれており、かなり便利です。標高グラフは大きくて見やすく、イメージが湧きます。別格令状の情報も参考程度に掲載されています。札所の紹介などはほとんどなく、遍路道を歩くことに特化している本です。著者の経験に基づいてプランニングされており、現実味のあるプランだと感じます。リタイアしないに重きを置いている点が素晴らしいです。例えば、3日目のお遍路転がしの疲労を考慮して、5日目は昼までで終了する軽い日を設けていたりしています。単なる50分割のプランとは大違いです。お遍路は毎日歩くのです。その考慮がなされていて素晴らしいです。コースガイドとワンポイントアドバイスが秀逸です。傾斜が急な部分の紹介や、トンネル内に歩道がないとか、連泊にすると荷物が軽くなるとか、おすすめ寄り道スポットの紹介など、歩きお遍路経験者としては納得する情報です。少し残念なのは、88番、大久保寺から1番、霊山寺までのプランがないことぐらいでしょうか。これから歩きお遍路を考えている人には、自信を持っておすすめできる本です。電子版もありますので、お遍路中に持ち歩く必要もなく、スマホで確認できます。とりあえず、この本の通りに歩き始めてみて、途中自分のペースがつかめたら、プランを参考にしつつ、アレンジすると良いかと思います。17冊目は、四国88カ所お遍路の旅手帳です。技術評論者が発行している大人の趣味最終帳シリーズの一冊です。中身は白地図が載っていて、そこに参拝した日時、天気とともに参拝した札所や歩いた道を塗りつぶすことができます。結願すれば自分だけの巡礼記となります。白紙ページもあるのでメモもしやすく便利です。札所の紹介も気持ち程度ではありますが載っています。この本の魅力は何といっても寄り道情報が豊富なことです。特に食べ物と温泉の情報がたくさん載っており、お遍路中に寄ってみたくなる、食べたくなるものばかりです。別格令状や番外令状はほとんど載っていません。少し残念な点は、地図はあくまで塗りつぶし用であって、とても役に立つとは思えない部分です。歩きや自転車お遍路用の本だと思いますが、この本だけではかなり厳しいと思います。また、50日間モデルコースが載っていますが、距離と札所のみ記載なので、コースはようわからずです。難易度もよくわからず、参考にはならないかと思います。18冊目は、私のお遍路日記、歩いて回る四国88カ所です。著者が2004年4月に歩きお遍路をした記録です。ごく一般的な30代の女性が初めてお遍路をし、感じたことが書かれています。遍路中に出会った他のお遍路さんや宿の人、地元の人などの話がメインで書かれてあり、歩きお遍路ならではの体験が面白いです。出発の霊山寺で右も左もわからず、不安と戸惑いでいっぱいな点や、4番大日寺までの4キロがきつく感じた点など、私も初めてのお遍路の時を思い出しました。宿に着いたら、まず洗濯し、お風呂に入り、それから夕食の順番となる。そういった暗黙のルールを知るところなど、共感できます。知り合ったお遍路さんと一緒に歩くときはペースを乱されるので、できるだけ一人で歩きたくなるにもかかわらず、しばらく誰とも会わないと寂しく感じる。そんな気持ちも歩きお遍路あるあるです。1日単位で可愛らしい地図、絵が載ってあり、また距離や歩数、かかったお金などの記載もあるので参考になります。2004年の記録なので、泊まった宿が今はなくなっていたりしてる点は少し残念ですね。
宿に泊まりつつ歩くお遍路は贅沢だと言いつつ、歩きお遍路は自分との戦いだとも言っている。矛盾しているように思えるが、歩きお遍路とはそういうものなんだと、この本を読むと強く感じます。19冊目は幸福論です。元格闘家で現在は政治家となっている有名人須藤元気さんが2005年の春と夏にお遍路をした体験記です。読みやすい文章であり、カラー写真も多くサクッと読めます。この本は他のお遍路体験記とは異なります。自己啓発本やメンタルヘルスなどの本に近い感じがします。須藤さんのお遍路旅は空海を感じ、幕末の偉人を感じる旅であった気がします。各地の名所を歩き、逸話を知り、自分はどうであったか、どう感じたか、どうしたいかを追求しており、とにかく感性が独特で、人と違う捉え方をしていらっしゃいます。お遍路の手段は歩き、自転車、公共交通機関など様々でこだわりもなく、苦しかった、きつかったなどの話は出てきません。工程も記載がほぼありません。おそらく須藤さんにとって手段や工程はどうでもよかったのだろうと感じました。お遍路中に須藤さんはありがとうを21万90回も唱えたそうです。このような取り組みも素晴らしいなと感じました。須藤さんのギャグ、ダジャレの面白さは私には分かりませんでしたが、読んでいて楽しかったです。お遍路は人それぞれで自由だなと思える本でした。